今日はナスのチーズ焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスのチーズ焼きを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、手軽な材料でパパッと簡単に作れるナスレシピをご紹介していきます。今回チーズ焼きということなんですけれども、チーズ焼きのプレーン味と、あとはピザソース味も一緒に作っていきたいと思います。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、ピザ用のとろけるチーズ、ケチャップ、マヨネーズ、おろしニンニク、オリーブオイル、クレイジーソルト、塩、胡椒、パセリ。今回はこちらの材料で作っていきます。まずナスですが、今回2本分で作っていきます。重さで言うと2本で約 180g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回ね、チーズ焼きなんですが、普通のね、ベーシックなチーズ焼きと、あとはピザソースを塗ったチーズ焼き、2種類作っていきたいと思います。そのピザソースはケチャップ、マヨネーズ、おろしニンニク、クレイジーソルト、オリーブオイル、こちらの5つの材料で手軽に作っていきます。もしない場合はケチャップなどで代用していただいても OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにナスを切ります。ナスは切った後に塩水につけていきます。なので塩水をあらかじめ用意しておいてください。だいたい 500ml ぐらいのお水に塩を小さじ1杯入れたものになります。では切っていきます。まずね、ヘタを切り落としてください。ここの部分も取ります。はい、そしたらですね、だいたい1センチ幅で切っていきます。はい、このように切ります。切ったらですね、すぐ塩水に入れましょう。このように塩水に浸していただくと変色を防ぐことができます。さらに油の吸いすぎも防止することができます。ではね、残りも同じように1センチ幅で切っていきます。そして残りも塩水につけます。しっかりね、塩水に浸してこのまま5分ほど置いてください。そうすることでね、アク抜きもすることができます。それでは続いて、ナスを塩水につけている間にピザソースを作っていきます。器にケチャップ、そしてマヨネーズ、続いておろしニンニク、そしてオリーブオイル、あとはクレイジーソルトを加えます。これでよく混ぜましょう。オリーブオイルがね、分離しないようにきちんと混ぜてください。はい、OK です。これで簡単な手作りピザソースの完成です。ぜひこちらも合わせて作ってみてください。クレイジーソルトはですね、いろんなハーブやスパイスが入っているので、ピザソースを作る時にすごくおすすめです。スーパーでも手軽に買えるので、ぜひチェックしてみてください。それではですね、ナスも塩水に浸して5分経ったので、一度ザルにあけます。はい。で、ザルにあけたらですね、一度さっと水洗いしてください。それでは続いて、ナスの水分を拭き取っていきます。必ずね、水分をきちんと拭き取るようにしてください。キッチンペーパーの上に並べて、そしてキッチンペーパーで押さえつけて水分を拭き取ります。きちんと拭き取らないとね、油跳ねの原因になりますので、しっかりめにね、拭き取るようにしてください。はい、OK です。では残りも同じように拭き取っていきます。はい、ナスの準備はこれで OK です。それではね、今から焼いていきます。今回はですね、普通のチーズ焼きと、あとはピザソースを塗ったチーズ焼き2種類作っていきますので、半分ずつ作っていきたいと思います。それでは焼いていきます。まずね、普通のピザ焼きから作っていきます。フライパンにオリーブオイルを敷いてください。そして火にかけます。火にかけたらですね、まずオリーブオイルを全体に伸ばします。そして30秒ほど温めてください。はい、30秒経ちました。そしたらね、ナスを焼いていきます。火加減は中火から弱めの中火ぐらいで調整しながら焼き色がつくまで焼いていきます。あとね、ナスを置いたら塩コショウを上に軽く振ってください。そしてこのまま焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今ね、1分ちょっと焼きました。焼き色をチェックして、いい感じにね、焼き色がついてたら裏返します。
このように全部裏返します。そしたら一度火を止めます。そして火を止めてこの上にチーズをのせましょう。火を止めてるのでね、焦らず行ってください。やけどには注意してください。このように上にねチーズをのせていきます。ちょっとねはみ出ちゃっても大丈夫です。はい、ちょっとね結構はみ出てますが、このようにたっぷりめにのせてください。そしたら蓋をして火にかけます。このままですね、チーズが溶けるまで弱火で焼いてください。はい、今ね蓋をしてから40秒ほど経ちました。そして蓋を開けます。そうするとねこのようにチーズが溶けてきます。そしたらこれを裏返します。よいしょ。そして押さえつけます。裏返すのにちょっと時間がかかりそうだなっていう時は一度ね火を止めても大丈夫です。はい、であとはですね蓋を開けた状態でチーズがカリッと焼けるまで焼いてください。火加減は弱火から弱めの中火ぐらいで調整してください。フライパンのね火のあたりにムラがあると思うので、ムラがある時は少しフライパンをずらしながら焼いてみてください。はい、今ねトータルでだいたい3分半ほど焼きました。こんな感じでカリッと仕上がれば OK です。そしたら火を止めます。そしてお皿に開けましょう。はい、このようにカリカリで美味しそうに仕上がりました。このぐらいのね焼き色を目安に作ってみてください。焦がさないようにだけね注意して焼いていただけたらと思います。はい、では続いてピザ味を作っていきます。同じようにフライパンにオリーブオイルです。そして火にかけます。そして同じようにオリーブオイルを広げてください。そしてこのまま30秒ほど温めます。はい、そして30秒温めたらナスを並べます。そしたらですねまた同じように塩コショウを振ります。こちら適量です。そしてこのまま焼き色がつくまで焼いてください。それでは一度焼き色をチェックします。いい感じにね焼き色がついたところから裏返してください。全部裏返したら一度火を止めます。火を止めたら今度はですねこの上にまずねピザソースを塗ります。こんな感じで塗ってってください。はい、このように塗ります。ちょっとねピザソースが余るのでこちらをね食パンなどに塗ってピザトーストなどを作って召し上がってください。ではこちらも同じようにねチーズをのせます。はい、こちらも同様にたっぷりめにのせてください。そしたら蓋をしてまた火にかけます。火加減弱火です。このままチーズが溶けるまで焼いてください。はい、ではチーズが溶けたので蓋を開けます。そしたら裏返します。はい、そしてこちらも同じようにチーズに焼き色がつくまで焼いてください。火加減は弱火から中火ぐらいの間です。はい、こちらもいい感じに焼き色がついたので火を止めます。こんな感じです。ちょっとねピザ用はね焼き色具合がね分かりにくいんですが、焦がさないようにね注意してみてください。そしたらですねこちら取り出します。ゴムベラなどでねひっくり返していただくといいかなと思います。こんな感じで美味しそうに焼き上がってます。では残りも裏返します。よいしょ。はい、ピザのチーズ焼きはこのように仕上がりました。それではパセリを散らして盛り付けたいと思います。はい、これでナスのチーズ焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。チーズはこのようにパリパリに仕上がってます。そしてナスはねとろっとした食感になってます。そしてこちらがですねピザソースを塗ったチーズ焼きです。ぜひ合わせて作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では最初に普通のチーズ焼きからいただきたいと思います。いただきます。もうチーズがカリッカリですごく美味しいです。そしてナスがトロトロですね。では続いてピザ味もいただきたいと思います。いただきます。このピザソースもすごく合いますね。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスのチーズ焼きのポイントです。まずナスに関しましては、切ったら塩水につけてください。そうすることで変色を防ぐことができるのと、あとは油の吸いすぎを防止することができます。そして水につけ終わった後はしっかり水分を拭き取るようにしてください。そして今回はですね、普通のチーズ味とあとはピザ味、この2種類作りました。ピザソースに関しましては今回手作りしてます。手作りで簡単に作れますので、ぜひ合わせて作ってみてください。もしない場合はケチャップだけでもいいかなと思います。そしてその後はオリーブオイルを敷いてナスに焼き色がつくまで焼いてください。焼き色がついたら裏返して、裏返したらナスの上にチーズをのせます。今回私はピザ用のとろけるチーズを使ってますが、こちらはスライスタイプのとろけるチーズでも大丈夫です。そしてチーズをのせたら、あとは蓋をしてチーズを溶かしてください。そしてチーズが溶けたら裏返して、そしてこんがり焼き色がつくまで焼いて召し上がってください。チーズをのせて裏返したら焦がさないようにだけ注意していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスのチーズ焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。